はい、皆さんこんにちは。前回の動画では舞浜周辺のホテルをご紹介してきました。浦安ブライトンホテル東京ベイ。今回はディズニーシーです。今回の動画最後まで見ていただきますと、ディズニーシー手軽に買える定番メニュー、パン、サンド、バーガー特集、こちらがバカになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。今日のお召し物はこちら。こんにちは。私は現在舞浜駅に来ております。今日はこれからディズニーシー。今回の動画では手軽に買える定番メニュー、その中でもパンやサンドイッチ、ハンバーガーを中心に食べていきたいと思います。しょっぱい系から甘い系までいろいろ食べる予定です。非常に楽しみですね。ちなみに現在時刻は13時38分。今日は午後遅めからのインパです。少しだけ寝坊してしまいました。次回からは早く起きて。それでは早速ディズニーシーまで今日はリゾートラインで向かいましょう。英断ですね。こちらに飾られているのはファンタジースプリングス。6月の6日に誕生ということで、あと約3ヶ月。非常に楽しみですね。私もいろいろプレビューチケットに応募していますが、多分当たりません。ちなみに本日の天気は快晴。大変気持ちのいい天気です。リゾートライナーが参ります。ホームのドアから離れてお待ちください。リゾートラインのご到着です。今一瞬目の前を横切ったのは私の透き通る彼女です。最近私は家でパズルにハマっております。先日完成したのがこちら、ミニーちゃんのパズルです。300ピースほどの可愛いパズル、とても楽しくておすすめ。ちなみにミッキーのバージョンもあります。ディズニーランドのゲート前の様子です。現在時刻は13時50分。ゲート前にはあまり人がおりません。今目の前に見えているのは東京ディズニーランドホテルです。私は先日初めて宿泊、朝と夜のルームサービス、こちらが大変素晴らしかったです。とてもおすすめ。こちらは観光バスですね。全部で20台以上止まっております。修学旅行でしょうか。ちなみに私の修学旅行はインドでした。嘘です。今目の前に見えているのは建設中の新エリアの様子、ファンタジースプリングスです。3ヶ月後に開業予定のファンタジースプリングス、完成が待ち遠しいですね。右に見えているピンクの建物はホテルです。ファンタジースプリングスホテル、こちらも早く泊まってみたいなと思っております。ディズニーシーステーションが見えてきました。ゲート前は空いてますね。ディズニーシーステーションに到着しました。早速ゲートに向かいましょう。リゾラに乗っているゲストの皆さん、外国の方が多いですね。今日は階段で降ります。見客ですね。Hi everyone, welcome to Tokyo Disney Sea. For your enjoyment, Tokyo Disney Sea will be open until 9 p.m. セキュリティゲートを通過。それではチケットを準備して冒険とイマジネーションの海、東京と思いきや千葉、ディズニーシーに入りましょう。無事にインパすることができました。約2ヶ月ぶりのディズニーシーです。イケメンと美女がいました。お似合いですね。シャッターチャンスなのでお休みともお写真でくださいね。こちらにもイケメンと美女がいました。Don't ever show that to Tinkerbell. イ
ケメンと美女に癒されたところで、早速ディズニーシーの定番メニュー、パンやサンドイッチ、ハンバーガー食べに行きたいと思います。パークのゲストを見てますと大学生っぽい方も多いですね。春休みなんでしょうか。好き好き好き。ハーバーグリーティングがやっているようです。私は新しい挑戦の色。私は太陽の色。つながりを大切にしたいの。そしてブルーノは絆の色ね。僕はみんなの夢の色。エンポリオにやってきました。こちらでキャストさんに渡す用のドリームガーランドカードをゲットしましょう。早速店内に入ります。店内。すみません、ガーランドのカードっていただけます。はい。ドリームガーランドカードをゲットしました。今日もこちらに後ほどメッセージを記入してキャストさんにお渡ししていきたいと思います。続いてやってきたのはこちら、フィガロズクロージアです。ご飯を食べに行く前におパンツの新作が出てないかチェックしたいと思います。持ってます。洗濯中です。干してます。持ってます。昨日履きました。明日履きます。持ってます。履いてます。持ってます。持ってます。全部持ってました。それではまずは1店舗目に向かいましょう。最初のレストランがあるのはアメリカンウォーターフロントです。ゆっくり歩いていきたいと思います。到着しました。最初にやってきたのはこちら、ドッグサイドダイナーです。こちらでサンドイッチのメニューをいただきたいと思います。ドッグサイドダイナーのメニューはこちら。本日いただくのは一番上、パストラミビーフサンドです。その他ベーコンチーズバーガー、フライドチキンもあります。ドッグサイドダイナー、スポンサーは山崎製パンです。それでは早速ドッグサイドダイナー、店内に入りましょう。店内。早速購入、席を探します。ドッグサイドダイナーの店内、かなり混み合っています。あんまり席がないですね。着席しました。今回いただくのはドッグサイドダイナーシェフのおすすめセットです。ちなみに店内の様子はこんな感じです。お店入ってすぐのお席、そしてお店入って左側の席は混んでましたが、右手側の席は空いていました。混んでる時はこのエリアがおすすめです。まずはお飲み物。お飲み物はジンジャーエールを注文しました。ジンジャーエールを逆から読むとルエージンジ。それでは早速サンドイッチを食べていきましょう。ダッフィー&フレンズの可愛い包み紙を開けて開封しました。パストラミビーフサンドです。単品で900円。ポテトとお飲み物がつくセットで1380円です。こちらのパストラミビーフサンド、時期によっていろんな種類がドッグサイドダイナーで登場。今回はどんな感じなんでしょうか。レタスが飛び出ちゃってますね。パストラミビーフサンドのサイズはこんな感じです。 iPhone と比べると横の長さはちょうど同じくらいです。今度はサンドの中身を拝見。中を見てみますと、ご覧の通りたっぷりのパストラミビーフ、さらに細かく刻まれたキャベツ、ソースも入ってますね。そうっすね。黒いペッパーもかかっております。大変美味しそうです。ビーフサンドを食べてみました。お味ですが、パストラミビーフの味がしっかり、しょっぱいハムみたいな感じです。ソースの味はあまり感じません。パンはしっとりしたタイプです。シャキシャキのお野菜としょっぱいビーフ、そしてパンのしっとり、この3人が非常にいいハーモニーです。こちらのパストラミビーフサンド、温かいサンドイッチではなく、ひんやり冷たいサンドイッチです。なので、セットでついてくる温かいポテト、こちらにもとてもよく合います。ひんやり冷たいビーフサンド、そして温かいポテト、2つ一緒に食べるのがおすすめ。サクッと食べられますので、ぜひ注文してみてください。
ごちそうさまでした。それでは先ほどゲットしたドリームガーランドカード、こちらにメッセージを書いていきましょう。今回も家からマッキーを持ってきました。12色入りのカラフルマッキー。さっきリュックの中でこちらのマッキーたち散らかっちゃってました。散らかっちゃチラ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 。それでは今回はもうすぐ春の季節、緑豊かになるということで緑のマッキーを使っていきましょう。こちらのドリームガーランドカード、このままでは少し書きにくいのでたぎります。それでは早速書いていきましょう。書きました。1枚目、楽しい一日にすごいなりまうすように。1枚目はこちらのガーランドカードにしたいと思います。それでは残りの4枚のカードにも同じようにメッセージを記入。それがこちら、最高の一日になりまうすように。ハッピーな一日になりまうすように。素敵な一日にいいねなりまうすように。サンキュー、ありがとうシェイシェイ。今回はこちらのドリームガーランドカードをキャスターさんにお渡ししていきたいと思います。それでは続いてのお店に参りましょう。続いてのお店ではハンバーガー系のメニューを食べたいと思います。ちなみにディズニーリゾートの40周年イベント、今月の3月でおしまいです。あっという間。寂しいですね。ドリームガーランドカードを渡せるのもあとほんのわずかです。スキー。続いてやってきたのはこちら、ケープコットクックオフです。コカ・コーラがスポンサーのお店。こちらでハンバーガーのメニューをいただきたいと思います。こちらがケープコットクックオフのメニューです。一番上にはチーズブレッドサンド。ただ今回いただくのは真ん中のプルドポークチーズバーガーです。その他ベーコンエッグバーガーも販売中。先日ベーコンエッグバーガーを食べましたが、とてもおすすめです。それではお店の前にお二人のキャストさんが立ってますので、こちらのドリームガーランドカード、どれか1枚ずつお渡ししていきたいと思います。緊張しますね。あ、よかったな。ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、これもよかったな。ありがとうございます。無事にお渡しすることができました。今まではお一人に渡してきましたが、初めて一気にお二人のキャストさんにガーランドカードを渡すことができました。成長ですね。二人のキャストさんに渡してるのは、私一人、俺一人、俺一人。現在時刻は15時15分。ケープコットクックオフの店内ですが、列の長さはそこそこ。激混みではありません。それではこちらのケープコットクックオフでは、素敵な一日にいいねなりますように。こちらのドリームガーランドカード、キャストさんにお渡ししていきましょう。プルドポークチーズバーガーのセットで、コーラの小さいサイズでお願いします。はい、はい、これよかったら。ありがとうございます。あ、カードでお願いします。はい。無事にお渡しすることができました。それではお席を探します。ケープコットクックオフの店内、席が結構埋まってますね。今日も少し寒いので、皆さん店内の席で食べてるようです。なので私はテラス席で食べたいと思います。購入しました。プルドポークチーズバーガーのセットです。ちなみにテラス席はご覧の通り、結構席が空いていました。ちょっと寒いですが、混んでる時はテラス席もおすすめです。まずはお飲み物。お飲み物はコカ・コーラを注文しました。やはりコーラが好き。君のことも好き。それでは早速ハンバーガーを食べていきましょう。包み紙を開けていきます。開封しました。プルドポークチーズバーガーです。単品で900円。ポテトとお飲み物がついたセットで1380円です。プルドポークチーズバーガー。略してプー。こちらがプルドポークチーズバーガー。プルドポークというのは蒸した豚肉という意味です。豚の肩肉をほぐしてソースで和えたお料理です。それがバンズにぶち込まれております。とても美味しそうですね。それではハンバーガーの中身を拝見。中を見てみますと、たっぷりのレタス、さらにチーズ、紅茶風味のオーロラソース、反対側のバンズにはトマトも入っていました。非常に具沢山です。
プルドポークチーズバーガー。お肉が分厚い。ビーフパテとバーベキュー風味のポーク。2つ入ってまして、とても香ばしいお味です。ザ・ハンバーガーという感じで、食べ応えたっぷりですね。中に入っているトマトもみずみずしくて非常に美味しい。お腹が空いた時、ガツンとハンバーガーを食べたい時は、ぜひこちらのプルドポークチーズバーガー食べてみてください。ポテト、ごちそうさまでした。それではここで、ビッグバンドビートのエントリー受付、こちらに参加していきたいと思います。先日道に落ちていた5円玉を拾って、神社のお賽銭に入れたので、当たるんじゃないかなと思います。それではここで気分転換に一つアトラクションに乗りたいと思います。最近人の叫び声を聞いてないので聞きに行きたいと思います。まゆみがいました。お久しぶりの再会。まゆみ元気そうですね。ちなみにまゆみの娘さんのお名前はもゆみだそうです。今目の前に見えてるアトラクションはアクアトピアです。現在時刻15時50分。アクアトピアの待ち時間は25分となっております。続いてはお隣のアトラクション、ニモ&フレンズシーライダーです。クラゲの上を跳ねるところで私酔ってしまうアトラクションです。ニモ&フレンズシーライダー、現在の待ち時間は20分です。乗りたいアトラクションが見えてきました。向こうにそびえ立っているアトラクションです。やってきたのはこちら、インディ・ジョーンズ・アドベンチャーです。パナソニックがスポンサーのアトラクション、こちらにお久しぶりに乗りたいと思います。現在時刻16時。インディ・ジョーンズ・アドベンチャーの待ち時間は110分となっています。今回はシングルライダーで乗りたいと思います。そしてインディ・ジョーンズ・アドベンチャーのキャストさんにはハッピーな一日になりますように、こちらのドリーム柄のカードをお渡ししていきましょう。すいません、シングルライダーで。あ、それありがとうございます。お伝えください。これよかったら。いいんですか？ありがとうございます。恐れ入ります。ハッピーになりました。ありがとうございます。どうも。無事にお渡しすることができました。ハッピーになっていただけたということで、私もハッピーです。ハッピーを逆から読むと、ピッハパコ元気そうでよかったです。久しぶりのインディ・ジョーンズ・アドベンチャー楽しませていただきました。それではアトラクションの待ち時間を見ながら次のレストランに向かいましょう。こちらはレイジングスピリッツです。現在時刻は16時40分。レイジングスピリッツの待ち時間は130分待ちとなっています。130分待ちということで、レイジングスピリッツの列、かなり長くなっております。アラビアンコーストのジャスミンのフライングカーペット、その辺りまで列が伸びています。とても混んでますね。アラビアンコーストにやってきました。アラビアンコーストのこの位置からの眺め、個人的に非常にお気に入り。こちらのアトラクションはシンドバッドストーリーブックボヤージです。こちらのシンドバッドは現在休止中。今年の9月24日まで休止。寂しいですね。でもまた会える日が非常に楽しみ。そうだろチャンドゥ。そうだろチャンドゥ。アラビアンコーストをさらに進みまして広場にやってきました。こちらにもたくさんのゲストがいらっしゃいますね。目の前に見えているアトラクション、マジックランプシアターは現在35分待ち。さらにお隣、キャラバンカルーセルは10分待ちとなっています。夕日が当たって非常に美しい。それではこのまま3つ目のレストランに向かいましょう。3つ目に向かうのはあのレストランです。やってきたのはこちら、ボルケーニアレストランです。こちらで中華系のサンドメニュー食べていきたいと思います。こちらがボルケーニアレストランのメニューです。ボルケーニアセット、あんかけ麺をこの間食べましたが、食べ応えたっぷりで非常におすすめ。その他単品メニューも充実しています。それでは早速店内に入りましょう。店内割と空いています。こちらのボルケーニアレストランでは、サンキュー、ありがとうシェイシェイ。こちらのドリーム柄のカードをキャストさんにお渡ししていきましょう。はい。ありがとうございます。
どうぞ鶏の唐揚げネギ塩はいで春巻きがお一つ、お飲み物コーラですね。はいはい、1234点はい、あ、 2580これよか円ったな。です。ありがとうございます。嬉しいよかったで。ですす。あ、カードでもいいです。カードはい。はい、無事にお渡しすることができました。今日はこちらテラス席で食べたいと思います。購入しました。鶏の唐揚げネギ塩だれ、お飲み物に春巻き、そしてパオです。ボルケーニャレストランのテラス席、とても賑やか。プロメテウス火山の方を見るとセンターオブジアースがよく見えます。まずはお飲み物。お飲み物はコーラを注文しました。本日2杯目、コーラ中毒広がり太郎です。お料理、まずはこちら、容器に入ったやつ。中に入っているのはパオです。熱々のパオがこんにちは、パオがニーハオ、ニーパオ。ちなみに今回パオは2つ買いました。上下に2つのパオ、2パオで、ちなみにパオを購入するとこちらの包み紙がついてきます。早速包んでいく。なんとか入れることができました。パオは非常に熱々。やけどしないように注意が必要です。そしてパオに入れる具材ですが、まずはこちら、鶏の唐揚げ、ネギ塩だれです。お値段980円。パオに何を挟んだらよいか、キャストさんに聞いたところ、まずはこちらの唐揚げをおすすめいただきました。なので早速挟んでいきましょう。挟みました。自分で作る唐揚げのパオ、かなり美味しそうですね。早速食べてみますと、チキンパオめちゃくちゃ美味しい。ネギ塩の風味がとても美味しいです。チキンもかなり大きめ、食べ応え十分でパオと非常によく合います。中にはこちらの透明な細長い人、これは何ですか？これがかなりコリコリで、そのコリコリ食感も美味しいです。今度はこちら、春巻き3個、お値段380円。パオに挟み込む具材、実は隠れたおすすめということで、キャストさんに春巻きを教えていただきました。どんな感じになるんでしょうか。それでは早速こちらの春巻き、パオに挟んでいこうと思います。パオタイム。挟みました。春巻きを挟んだパオ。春巻きパオは春巻きのサクサクとパオのもちもち。この2人のハーモニーが最高です。キャストさんのおすすめの通り非常に美味しいですね。先ほどの唐揚げも美味しかったですが、私は春巻きを挟む方が好き。お味は肉まんみたいな感じでとても中華です。自分で好きなものを挟んで楽しいボルケーニャレストランのパオ。ぜひあなたもいろんな具材を挟んでアレンジを楽しんでみてください。ごちそうさまでした。外がだいぶ暗くなってきましたね。今日はこのまま最後のレストランに向かいたいと思います。こちらは海底2万マイルです。現在時刻は17時53分。海底2万マイルの待ち時間は40分です。かなり長い待ち時間。でも船長も大忙しです。画面には映っていませんが、私の後ろにはソアリンの長蛇の列ができています。18時前のソアリン、待ち時間は140分です。ディズニープレミアアクセスも売り切れております。こちらに座っているゲストの皆さんは Believe Sea of Dreams を待っているゲストの皆さんです。こちらにもたくさんのゲストがいらっしゃいますね。最後にやってきたのはこちら、マンマビスコッティーズベーカリーです。こちらで最後のパンのメニュー2つ買いたいと思います。パンが2つ、略してパンツマンマビスコッティーズベーカリー。スポンサーは UCC 上島コーヒーです。マンマビスコッティーズベーカリー、看板メニューはこちら、マンマのおすすめセットです。今回私はお持ち帰り用のパンを1つ、そして締めの甘いパンを1つ買いたいと思います。無事に購入することができました。列の最後尾に並んでから購入できるまで約15分です。購入したのがこちら、ミッキーロングパン、そしてマイクメロンパンです。まずはお飲み物。お飲み物はカフェオレを注文しました。もちろんお砂糖は使いません。大人ですね。
まず1つ目のパンがこちら、ミッキーロングパン塩バター味です。お値段1本1300円。こちらのロングパンはお持ち帰り専用メニュー、15時から販売されております。サイズはこんな感じ。 iPhone と比べると非常に長いのがわかります。めちゃくちゃ長いですね。パンの断面図はミッキーの形。そしてこちらが成分表示です。いろいろ入っています。いろいろ意味よ。いろいろ意味よ。いろいろ、はい。はい。4食。ミッキーロングパン、消費期限は 2,3 日くらい。かなり短めです。なのでぶった切って冷凍庫に入れておくのがおすすめです。ちなみに私はぶった切って朝食で食べました。断面図がミッキーの形になって非常に可愛らしいです。塩味がついてますので、食べるときオリーブオイルを一緒につけるのが美味しかったです。ぜひあなたもいろんな食べ方でミッキーロングパン味わってみてください。続いてはこちら、マイクメロンパンです。お値段お一つ500円。こちらのマイクメロンパン、私の大好物の一つ。マイクの顔がデザインされた非常に可愛らしいパンです。食べるのがもったいないです。マイクメロンパンのサイズはこんな感じ。縦の長さは iPhone の3分の2くらい、横も3分の2くらいです。それではこちらのマイクメロンパン、このまま食べるにはちょっと可愛すぎるのでたぎります。それでは早速マイクメロンパンをいただきましょう。マイクメロンパンの中にはクリームが入っています。カスタード的なクリーム、これが非常に美味しい。外側のパンはしっとり、パンとクリームの相性が抜群です。表面の目の部分はチョコレートです。こちらはカリカリ、チョコもクリームも楽しめるマイクメロンパン。写真も映えますので、ぜひおやつなどにマイクメロンパン買って食べてみてください。ごちそうさまでした。はい、ということで今回はディズニーシーの定番メニュー、パンやサンド、ハンバーガーを中心にお届けしてきました。ご紹介したメニュー、どれもお手軽に買えて、そして味も美味しい。特にボルケーニアレストランのパオは自分で好きにアレンジできますので、とてもおすすめです。ぜひ次回ディズニーシーに行ったら、今回ご紹介したパンメニューたち食べてみてください。今回の内容が少しでも画面の前のプリンセス、そしてプリンスの役に立てば幸いです。動画を見てよかった方はグッドボタン、そうでない方はバッドボタンもお願いいたします。またね。ご視聴サンキューありがとうシェイシェイ。 YouTube メンバーシップを始めました。ぜひ概要欄からご確認ください。その他サブチャンネル、もっともっとボビーマイハマー、音声配信ボビーのレディオ、ボビーのノート、ボビーのオンラインショップ、これらも載せておりますので、ぜひ見ていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。またお会いしましょう。それでは